こんにちは。映画研究者の西修正です。このビデオでは前回に引き続きロシアフォルマリズムが映画の理論と創作に与えた影響についてお話しします。ロシアフォルマリズムは1910年代半ばから30年代初頭にかけてソ連に存在した文学理論の一流派で、その中心人物たちは詩的言語研究会オポヤーズのメンバーでした。そして彼らは1920年代の同国で映画の理論とその創作における応用・実践において無視できない役割を果たしました。ロシアフォルマリズムの代表的な文芸学者たち、ビクトル・シクロフスキー、ユーリー・トゥニャノフ、ボリス・エイヘンバウム、ボリス・トマシェフスキーは1920年代に映画に関する論文を書いただけでなく、脚本執筆や映画批評、字幕制作、外国映画の公開用字幕の改訂、スタジオの脚本部門の顧問などの仕事もしました。彼ら文学者に対して映画界での仕事の依頼が増えた背景として、ソ連政府が脚本不足の問題に対処しようとしたことがあります。当時のソ連における映画産業の状況は次のようなものでした。1910年代から20年代初めにかけて、10月革命とそれに続く国内戦で、帝政時代のベテラン映画人たちの多くが亡命したり死んだりしただけでなく、その間に急速に発展していたアメリカ映画がスクリーンを席巻し始めていました。革命前のロシアでデンマーク出身のアスタ・ニールセンやフランスのマックス・ランデーが観客の人気を博していたとすれば、20年代にはメアリー・ピックフォードやダグラス・フェアバンクス、チャップリンが彼らに代わり、エーリヒ・フォン・シュトルハイム演じる怪しげなロシア人亡命貴族までがスクリーンに現れたのです。戦艦ポチョムキンをはじめとする何本かのソ連映画は国際的に注目されましたが、大衆娯楽産業としての映画の発展にはそれだけでは足りませんでした。国営化されたソ連映画産業の基盤を固めるには、ベテランであるヤーコフ・プロタザーノフのジャンル映画やレフ・クレショフと彼の教え子たちを中心とするモスクワの新人たちの革新性だけでは不十分でした。映画の独自性と新しい表現技法を踏まえた劇映画の脚本を書く体系的な方法論が必要とされたのです。ユーリー・ニコラエビチ・ティニャーノフは前回お話したシクロフスキーと同様、そのような20年代半ばのソ連映画界で映画制作において自らの理論を応用しようとした人です。当時すでに文学研究の分野で有名だった彼は、レニングラード、つまり現在のサンクトペテルブルクのスタジオ、セブ・ザプキノの脚本コンサルタントになっています。そして当時映画監督としてデビューしたばかりのグリゴリー・コージンツェフとレオニド・トラウベルグらのグループ、エキセントリック俳優工房と共同で2本の映画を作ることになるのです。ちなみにこの映画スタジオセブ・ザプキノは後にレンフィルムと改称され、コージンツェフとトラウベルク両監督はその後もそこで監督として働き続けました。ティニャノフの脚本家としての最初の作品は1926年公開の街頭です。この映画はニコライ・ゴーゴリの同名小説に基づいていますが、冒頭のタイトルにはゴーゴリ風の映画作品と記されています。確かに映画全体としてゴーゴリ作品に特徴的な幻想的でグロテスクな感覚があります。ドイツ表現主義の映画を連想する方もいるかもしれませんが、ドイツ表現主義の代表的作品の一つでフリドリヒ・ムルナウが監督した最後の人は、実は同じゴーゴリの街頭から着想を得ています。ティニャーノフはゴーゴリの他のペテルブルグものの短編ネフスキー大通りからエピソードを借りて、街頭の主人公バシマチキンの若い頃の出来事に変えたほか、艦長の初期である彼が地方地主の係争に関する文書の文字を書き換えるというエピソードを創作しました。監督たちはこの脚本をもとにオリジナルなディテールを付け加えて映画化しました。コージンツェフの回想によれば、ティニャノフ自身も撮影前日まで脚本を書き直すほど映画制作に積極的に関わっていたそうです。彼は脚本を執筆しただけでなく、自分より一回りも年下で当時まだ21歳だったコージンツェフを含むフェクスのスタッフや俳優たちに対して文学講義を行いました。ゴーゴリの街頭に関しては、フォルマリズムを代表するもう一人の理論家、ボリス・エイヘンバウムによる論文、ゴーゴリの街頭はいかに作られたか
が1919年に発表されています。エイヘンバウムはその中で、ゴーゴリの作品では、プロットよりも作者による語り、スカースが構成にとって重要であり、該当ではその語りの手法によって単純な小話がグロテスクな性格を帯びるに至っていると述べています。つまりスタイル的な要素が筋立てよりも重要な意義を持っているというわけです。ティニャーノフは当然エイヘンバウムのこの論文を知っていたはずです。彼に指導されてゴーゴリの作品を熟読したというコージンツェフらフェクスのメンバーももともと反自然主義的なスタイルを志向していました。ティニャーノフは彼らのそうした思考に理論的裏付けを与えたと思われるのです。ティニャーノフが映画に関する初めての論文、映画、言葉、音楽を発表したのは、該当の脚本に取り掛かるほとんど2年前、1924年初めです。この短い論文で彼は、映画が抽象的な芸術であると述べて、それが空間や時間、俳優の肉体を現実とは異なるものとして示すことに注目しています。例えば空間は平面的であり、現実ではありえないような空間移動が極めて初歩的な方法で実現され、観客は映画の作者が自由に選んだ視点から俳優を見ることができます。視点の変化に伴って俳優は拡大されたり縮小されたりします。そして時間は特定の場所を離れて非直線的に流れることができます。映画映像の非現実的な側面に注目し、それを分析し列挙しながら映画独自の表現の可能性を見出している点で、ティニャーノフの論文はドイツの芸術心理学者ルドルフ・アルンハイムの1932年の著書芸術としての映画に通じるものがあります。ただしゲシュタルト心理学の応用として映画論を書いたアルンハイムと違って、ティニャーノフの映画論は学問的でありながら創作と密接に結びついていました。前回お話したシクロフスキーにとって映画が純粋なプロットの史学の領域であったとすれば、ティニャーノフが主な関心を向けたのは映画的手法とスタイル、プロット、そしてジャンルの相関関係でした。ティニャーノフは脚本家としての活動を始める前に小説家としてデビューしています。しかしそれは映画脚本の執筆を始めたのと同様、時代の要請に従った結果でした。1925年に出版された最初の長編小説、キューヘリはもともとデカブリストの乱100周年にちなんで、プーシキンの詩人仲間でデカブリストの一人だったビルゲルム・キューヘリベックルを紹介する冊子を書いてほしいという依頼に応えて執筆されました。しかし出来上がった作品は冊子ではなく、プーシキンの時代の精神を再現した歴史長編小説だったのです。ティニャーノフはこの後もプーシキンと同時代のロシアを舞台にした短編小説や長編小説を書くことになります。初めての長編小説が出版された翌年、つまり該当が公開された26年に、ティニャーノフは映画脚本についてというもう一つの短い論文を発表しました。この中で彼は、古典の映画化においてさえ、文学の手法やスタイルは、ただ映画の手法やスタイルが生まれる酵素として役立ちうるだけだと述べています。そして映画ジャンルこそが脚本構成の諸原則そのものを支持しなければならないと断じています。こうした見解が歴史長編小説や映画脚本の執筆という彼自身の実践を踏まえて提出されたものであることは明らかです。1927年にはボリス・エイヘンバウムの編集によるフォルマリストたちの映画論文集映画の史学が出版されました。ティニャーノフはそこに彼の最も体系的な映画論映画の基礎についてを寄稿しています。この論文で彼は24年の映画、言葉、音楽で提示された映画は抽象的な芸術であるという議論をより詳細に展開しています。映画の抽象性はここで映画が独立した芸術になる条件という観点からだけでなく、具体的な映画的手法との関連からも考察されています。ティニャーノフが映画の抽象性との関連で考察している手法は、クロースショット、つまり大写し、ディゾルブ、つまりオーバーラップ、ラクルスと呼ばれる撮影角度を強調したカメラアングルなどです。これらのうち、最後の手法については、前年に公開された該当から実例が引かれています。この論文で興味深いのは、26年に映画脚本についてでも言及されていた映画の手法やスタイルの意義が強調され、それらの成立に関して文学との類比に基づいた歴史的考察がなされていることです。ティニャーノフによれば、照明やアングルはスタイル的な手段として撮影対象を変容させ、それらの対象は単に目に見える人間や物ではなく、意味的な記号、新しい人間、新しいものになるというのです。
そしてそのためには照明やアングルが偶然的であってはならず、それらが同時に意味論的なシステムを構築するためのスタイル的な要因にならなければならないとも述べています。ティニャーノフはショットの主人公である新しい人間や新しいものはショット内で相関関係に置かれることで初めて芸術の要素になると考えました。そのためにはそれらショットの主人公たちは細化されなければならず、アングルも照明もショット内の運動もそのような細化のための手段として役立つものでなければならないというのです。俳優の身振りや表情も細化を通じてショットの主人公たちの相互作用を可能にするシステムとして理解されています。そしてショット自体は詩の行がそうであるように一つの統一体であり、モンタージュはショットの貼り合わせではなく跳躍的な構体であると述べています。統一体という概念はこの論文に先行する詩の研究でティニャーノフが提出したものです。そこから彼は映画と詩との類比を導き出して次のように述べています。映画におけるショットは連続的な構造の中で段階的な順序で展開されるのではない。それらは交代するのだ。モンタージュの基礎とはそういうものである。それらは詩の行が因律的な統一体が別のそれによって交代されるように正確な境界線で交代する。映画は詩が行から行へ向かってそうするようにショットからショットへと跳躍を行っている。奇妙なことだが、映画を言葉の諸芸術と類比するなら、唯一の正当な類比は映画と三文とのそれではなく詩とのそれになるだろう。これは前回見たシクロフスキーとは対照的な映画館です。ティニャーノフはさらに一つの作品全体が意味論的なシステムであるという考えをプーシキンの叙事詩やゴーゴリの花などの文学作品を分析しながら導き出しています。文学や映画の作品全体が一つの意味論的なシステムであるという考えはティニャーノフによってこの論文で初めて提示されましたが、間もなく文学の進化に関する論文でもそれが展開されることになります。映画の基礎についてはさまざまな文学作品の例を通じて映画におけるプロットとスタイルとの関連とプロットのストーリーに対する関係が映画ジャンルの規定において果たす役割という2つの問題を提起して終わっています。以上のようにティニャーノフの映画理論は彼の小説や映画脚本の創作だけでなく詩や散文に関する文学理論とも不可分の関係にありました。彼が提出した概念と理論の腰だけを取ってみると抽象的な議論に見えるかもしれませんが、映画の基礎についてには1910年代後半以降の映画表現の進化過程を的確に捉えている部分が少なくありません。このビデオではそれを列挙しきれませんが、例えばクロスショットやオーバーラップといった具体的な手法が初期の自然主義的あるいは文学的な動機づけを失い、映画独自の意味論的機能を持つに至った過程についての考察なども含まれています。シクロフスキーと違ってティニャーノフは1930年代前半までしか映画の制作に関与できませんでした。原因不明の難病である多発性硬化症が発症し、当局のフォルマリズム批判もあったために彼は歴史小説の執筆に活動の中心を移したからです。それでも彼の理論と実践との関係は今も再考するに値すると思います。該当やそれに続く SVD 大事業同盟、そして実現しなかった他の映画の脚本執筆と前後して書かれた映画の基礎については問題提起の部分も含めて目まぐるしい映画制作現場での経験を踏まえて書かれているからです。また文学と映画の理論家と創作家を兼ねていた彼にとって映画は自分の理論を実地に応用しその有効性を確認する手段でもあったはずだからです。彼の脚本による3本目の劇映画キージェ・チョイは1934年に公開されました。監督はまだ28歳の無名監督アレクサンドル・ファインツメールで、ティニャーノフは事実上の共同監督だったとも言われています。この映画は彼自身が1928年に発表した短編小説キージェ・チョイの映画化ですが、ユーリー・ロトマンとユーリー・ツィビアンによればその短編自体が前年にサイレント映画の脚本として書かれたものの改作だったようです。キージェ・チュイは多分に実験的表現を含む映画ですが、
社会主義リアリズムが公式的にソ連芸術の進むべき道だとされたまさにその年に、なぜか無事に公開されました。個々の映画作品を一つの意味論的なシステムとみなし、プロットとストーリーとの関連をスタイルやジャンルの規定という観点から考察しようとしたティニャーノフの問題意識は、今でもアクチュアリティを失っていないと言えるでしょう。彼の映画理論には、芸術としての映画の素材と文学の素材との本質的な違いの意識と、システムとして捉えた場合には両者に類比を見出すことができるという理解とが緊張感をはらみつつ共存しています。そこには彼が映画のショットとショットの交代に見出したような跳躍があると言えるのかもしれません。ティニャーノフには文学史家、歴史小説家の一面もありました。そして18世紀末から19世紀前半、プーシキンの生きた時代の精神を自作の登場人物を知人たちの前で演じてみせられるほど理解していたとも言われます。1943年12月、未完に終わった長編小説プーシキンを残して、彼は最初の長編小説の主人公キューヘリベッケルと同じ49歳で亡くなりました。才能の多面性といい、理論家としては極めて現代的でありながら、創作家としては100年前の時代精神を自然体で再現できたことといい、社会主義リアリズムが公式的に諸芸術の路線とされた年に喜事注意のような映画を公開できたことといい、彼の生涯と創作には運命と使命との神秘的な交差が感じられるような気がします。それではまた。